レベルが欲しいか。なんすか急に。この動画では、ラスボス前など、ゲーム終盤でのレベル上げ方法を紹介します。確かに FF5 は低レベルクリアが有名なものの、普通にプレイするならレベルが高くて損はないですもんね。手動での方法に加えて、自動レベル上げも紹介します。また映像は主にピクセルリマスター版ですが、他機種でも大体使える方法です。使えないものは、都度補足します。まずは大開口です。海中にあるダンジョンで、第3の石板とメテオを入手できるとこ、ですね。正宗を装備し、アビリティ、歌うをセットしたキャラを用意します。ただし、歌う習得には ABP が175必要ですので、金融詩人にエルメスの靴装備でも OK です。レベル上げをするのは、入り口から数えて5フロア目。ドクロスイッチがたくさんあるところですね。ここにした理由は口述します。あとは、エンカウントしたらレクイエム、これで一撃です。おお、すぐ終わったー。コンフィグからオートバトル継続をオンにしておけば、2戦目以降は何もせず撃破できます。即焦点。レクイエムのダメージは魔力に依存するので、ダメージが足りない場合は魔力を上げてみてください。これ、経験値稼ぎの効率はどれぐらいです？ 15 分ほど続けたところ99,000の経験値が得られました。1時間あたりで換算すると40万ほど。レベル30から40に上げるのに27分、50までだったら83分ぐらいですね。それはすごい。レベル40あれば HP の低いジョブでも1500近くになりますし、ラスボスとも十分に戦えそうです。このフロアを選んだ理由ですが、広いのでぐるぐる移動してエンカウントしやすい。骸骨の正体不明が出てこない。の2点です。それに経験値効率も比較的高いですね。確かに入り口の方のフロアではちょっと移動しづらいですね。はい、とはいえスマホ版ならタップ移動があるらしいので、楽だとは思うのですが、骸骨が出てこない、とはどういう意味です？正体不明モンスターのうち、骸骨だけ HP が倍近くあるんです。あ、ほんとだ。なのでレクイエム1回では倒せないんですね。しかもカウンターで死の宣告を使うため、時間がかかるという。それはうざい。ですので、骸骨が出てこないフロアを選びました。これ以降も色々なレベル上げ方法を紹介していきますが、この大開口でのやり方は、ダメージを受けない、準備が簡単、レベル低くて OK、など、ラスボスに向けたレベル上げ目的としては、これが最適かなと思います。もっと効率いいのがあったとしても、準備に手間がかかるならちょっと、ですもんね。ちなみに注意事項として、ピクセルリマスター版では先制した時に、行動順は一番上のキャラからになります。正宗を装備していてもダメなんですね。はい、なので歌うキャラは一番上に配置しましょう。最後に、スーファミ版でも同様の手順で OK ですが、ダメージが少なくて1回では倒せない点に注意です。2人で歌うのが良いですね。あれ、なんでダメージ少ないんです？かなりはしょった説明になりますが、FF5 にはカテゴリ弱点という設定が存在しまして、正体不明は音波が弱点なんですね。で、この場合レクイエムでダメージ2倍になるはずですが、スーファミ版ではこれが正しく計算されていないらしく、一方でピクセルリマスター版では正しく計算されるようになり、ダメージ2倍になってるみたいです。なるほど。大開口でのレベルアップについては以上です。次はラスダンの次元上です。ここでは候補が2フロアあります。まずはハリカルナッソスの次マップ。鉄巨人の聖地です。聖地とは、大開口とは違い、4人すべてに準備が必要です。まず1人目、召喚レベル5をセットしたすっぴんに、正宗と金の髪飾りを装備させます。2から4人目はモノマネし、エルメスの靴を装備させます。アビリティは HP 回復用の白魔法、MP 回復用の調合などをセットします。エンカウントしたら、鉄巨人1体または鉄巨人2体なら OD で残鉄剣狙いです。おお、スパッと切れた。経験値が1万と、最も多い敵ですよね。グングニルが出た時用に、2から4番目のキャラはモノマネします。ああ、そのためのモノマネ師なんですね。モノマネは MP 消費しないですし。
敵がヒューリーラ、またはレッドドラゴンなら、リヴァイアさんを使います。同じく2から4番目はモノマネです。オーディンを使わないのはなぜです？ヒューリーとレッドドラゴンには、ボス系耐性、ボスフラグ、と呼ばれるフラグがセットされていまして、これを持つ敵がいると、斬鉄剣が絶対に発動しないんです。なるほど、地道にダメージを与えて倒すしかない、と。水属性が弱点の敵が多く、リヴァイアさんが最も効率いいです。ここの稼ぎの効率はどれぐらいです？ 15分ほど続けたところ、11万8000の経験値が得られました。1時間あたりで換算すると47万ほど、レベル30から40に上げるのに22分、50までだったら70分ぐらいですね。おお、さっきより少し増えて、1.2 倍弱ですね。ただ、エルメスの靴など準備が必要ですし、一概にこっちの方が良いとも言い切れないですね。ですね。状況や目的で選べばいいかなと思います。斬鉄剣の発動率ですが、蒸気の式のように自分と敵のレベル差で決まります。鉄巨人のレベルは61ですので、こちらがレベル30代なら 50% ほどですね。この例だと、バッツの MP を回復する必要がありますよね。どうするのがいいです？手っ取り早く、メニューからエーテルレンダかエリクサーでいいと思いますよ。どうせここまで来たら、ムーバー狩りで簡単に大金持ちになりますし、確かに。もしくは競合のハーフエリクサーですね。素材はハイポーションとエーテルで、MP を全回復する効果です。素材がそこそこ安いのに MP 全回復とはさすが競合。もう一つ、さらにおすすめのフロアを紹介します。ハリカルナッソスの隣のスイッチフロアと、マンイーターへの宝箱に繋がる小部屋です。狭。同じ敵編成なので、スイッチフロアの方で説明しますね。倒し方は同じく召喚とモノマネ。ただしこちらはオーディンだけで OK です。リヴァイアさん不要。はい、ここの敵編成は次の3パターンです。鉄巨人とデスクロー。デスクローとソードダンサー。そしてイエロードラゴン。さてこの中には、先ほどのボス系耐性を持つ敵がいないんです。なるほど、どの編成でも斬鉄剣が発動する。そして最大1体ですが、鉄巨人が出る確率もかなり高いです。コマンドがオーディンだけなら、HP/MP 回復をメニューから行うことで、バトル中はずっとオートバトルでいけるのも嬉しいですね。ここで15分ほど稼いだところ、13万9000の経験値でした。1時間あたりで換算すると55万ほど。レベル30から40に上げるのに19分、50までだったら59分ぐらいですね。おお、さっきのフロアのさらに 1.2 倍弱ですね。こっちの方が良さそう。ただしこのフロア、下方向に出るとどうなるか知ってます？ああ、扉閉まってる。ここの扉、フロア切り替えで閉まっちゃうんです。スーファミ版からこの挙動ですね。念のためご注意ください。ちなみにおまけとして、ピクセルリマスター版では文句の蹴りが強化されているのを活用する方法もあります。蹴りの威力が攻撃力の値を参照しているので、剣装備、刀装備といったアビリティと合わせて、大ダメージを与えるやつですね。はい、簡単にジョブや装備の説明をします。ジョブを文句、アビリティに刀装備をセットしたキャラを1人用意します。装備はこのように、先行できる正宗と、ダメージアップ用のカイザーナックル、ねじり鉢巻き、力出す気などを。その他のキャラはすっぴんで、アビリティにモノマネと両手持ちをセットします。装備はこのような感じで。あとはバトルにて、まず正宗装備の文句が蹴り。以降のキャラはモノマネをしていきます。ああ、蹴りってアビリティとして習得しないんですよね。使うには文句にするか、モノマネしないとダメなんですね。はい、この方法で倒せるようになると相当早いのですが、これで鉄巨人の行動前に倒すにはかなり高レベルが必要っぽいです。どれぐらい？ちょっとわからないですが、少なくともレベル50前後では頻繁にダメージ受けますね。なるほど、刀装備やモノマネのアビリティ習得も大変ですし、まずは斬鉄剣が良さそうですね。長くなりましたが、次元上については以上です。次は自動でレベル上げをやってしまおう、という内容です。小人さんにやってもらう、的なやつですね。ということで次元の狭間、砂漠にやってきました。ここには、流差で押し返されるマスがあるのを活用します。例えばこういうマスで、上キーを押しっぱなしにすると。ああ、
エンカウントしたー。勝利時のウィンドウを閉じるために、決定ボタンも押しっぱにしておきます。あとはコンフィグからオートバトル継続をオンにすれば、ずっとエンカウントできそうですね。自分は Steam 版かつノートパソコンなのですが、壊れてもいいように念のため、外付けのキーボードを接続してテープで固定しました。パソコンは大切にね。アビリティや装備について解説します。まずはアビリティ。乱れ打ちは全員必須です。加えて二刀流か両手持ちを使える状態にします。次は装備。エルメスの靴は全員必須です。リボンと力出す気も推奨。力や素早さを上げておきます。武器は強い方がもちろん良いですが、エクスカリバーやエンハンスソードとかでも十分です。飛竜の槍といったレア武器まではいらないと。ここの敵編成は次の4パターン。アンモナ5体、アンクヘッグ3体、ランドクローラー、そしてドルムキマイラです。第一世界のトラウマモンスターがここに。どれも乱れ打ちで攻撃すれば OK です。アンモナ5体は、こちらの1ターン目で倒しきれないことがあるのですが、エルメスの靴装備なら敵より先にこちらの2ターン目が来るので、まあ大丈夫かなと。ということで、一晩放置したところ、レベル30から47まで上がりました。ありがとう小人さん。あれ、でもこれ、一晩目あって、経験値は40万ちょいなんですか。思ったより少ないですね。実は、キー押しっぱの固定が途中で外れてしまったようで、朝確認したら、バッツが止まってました。それは残念。多分、2時間ぐらいしか動いてなかったんじゃないかな、と思います。ちなみにダメージは一切ありませんでした。おお、それは朗報。ダメージを見越して、HP 吸収するブラッドソードを4人分用意するのも大変ですもんね。最後に念のためですが、このキー固定の方法は自己責任でお願いします。万が一ゲームが落ちてしまった場合、デスクトップ画面でキー入力が延々と続くことになりますので。ああ確かに、エンターキー押しっぱとか、大変なことに繋がりそう。この自動レベル上げは、もちろんスーファミ版でも可能です。ただ、使用の際による注意点がいくつかあります。まず、装備やアビリティなどの準備は変わりません。エルメスの靴やリボン、力出す気などを装備して、両手持ちや二刀流による乱れ打ち、ですね。注意すべきは、バトルでのコマンド入力です。コンフィグでカーソル位置を記憶にするのはピクセルリマスター版と同じですが、オートモードがないので、このままでは方向キーの入力がバトル中に影響してしまいます。そのままだとコマンド入力がずれちゃうんですね。そのため、コマンド指定を短縮に。これで4方向で入力するモードになります。そして乱れ打ちを左側に配置するようにします。デフォルトのコマンド入力方法で、乱れ打ちが上から2番目に配置されていれば OK です。そうしたら、スーファミ版ではこの位置で、A と左、2つのボタンをテープ等で固定すれば OK です。ピクセルリマスター版の後に見ると、スーファミ版は遅く感じちゃいますね。うまく動いてそうですね。スーファミ版でもエルメスの靴を装備すれば、敵の行動前にこちらの2ターン目が来ましたので、ノーダメージでいけると思います。ちなみに小ネタですが、先ほどのコマンド指定のところで A ボタンを押すと、コマンドを上下左右のどこに配置するかを選べます。こんなのあるんだ。使ったことある人少ないのでは。方向キー押しっぱが可能なマップ、他にもありますよね。そうですね、すぐに思い浮かぶところだと、同じく狭間の洞窟や、イストリーの滝でしょうか。どちらも水流を利用するんですね。これらのマップでは上キーを押し続けますので、先ほどのコマンド配置で乱れ打ちを上にセットしておきます。ドラゴンブレイドはカウンターで自信を使ってきます。レビテトが必須ですね。またオルカトは生属性を吸収しますので、エクスカリバーやホーリーランスは使えません。先ほどの砂漠に比べて、ちょっと癖があるフロアっぽい。ただこれらに注意すれば、同じ方法で自動レベル上げが可能です。イストリーの滝の方は、カウンターや属性吸収するような敵がいません。そのため砂漠と同じ手順で OK です。HP が4万近くあるトンベリも、問題なく倒せますね。また、ピラミッドの終盤フロアでも可能です。
そういえば、押し戻されるマスがありましたね。ここも特に注意すべきモンスターはいません。ちなみにピラミッドでは別の手段もありまして、落とし穴から落ちた先、ここから壁抜けできるんです。なんと。なるほど、あとは自由に歩き回れるので、ここで自動レベル上げも可能だと。このあたり詳しくは、以前アップした壁抜けバグで遊んでみよう、も見てみてください。突然の宣伝。そういえば、フィールドの会場ではできないですかね。ずっと同じ方向に動けそうですし。それはできないんですよ。A ボタンを押していると、飛ぶ、沈むの選択肢が出てしまうので。それは残念。さて、ここまで紹介した、洞窟、イストリーの滝、ピラミッドでの自動レベル上げは、ピクセルリマスター版ではできません。なんでまずはイストリーの滝で試してみましょう。あれ、エンカウントしない？はい、そうなんです。理由は不明ですが。ちなみにこれを繰り返した後、別方向に動くと一歩でエンカウントします。歩くことでエンカウントする状態にはなったものの、エンカウント判定は行われない、そんな感じっぽいですね。狭間の洞窟やピラミッドでも同様です。そうすると、狭間の砂漠ではエンカウントするのが、逆に不思議ですね。もちろん、ピラミッドでは壁抜けもできないよう修正されています。最後におまけとして、GBA 版と旧スマホ版で遊べる追加ダンジョンでのレベル上げ方法を紹介します。口述しますが、オートモードがある旧スマホ版では、やっべえ速さでレベルが上がります。それは期待。まず場所ですが、ここです。これどこでしたっけ？セーブポイントがある安らぎの間から左へ。オメガが大量にいるやべえところの次フロアです。ジョブは全員すっぴんで、アビリティに乱れ打ちと経験値アップをセットします。経験値アップは追加ジョブの砲撃士が習得するやつですね。経験値が 1.5 倍になります。またバックアタック防止に、シーフを一人はマスターしておきます。次に装備です。武器は強えやつを二刀流して、さっきから表現が雑。リボンとエルメスの靴を装備します。以上の準備をしたら、あとは乱れ打ちで倒す、それだけです。特に旧スマホ版のオートモードはめっちゃ速いので、圧倒的な速さでレベルが上がっていきます。これ等速表示なんすか？ここで出現する敵は3種類で、経験値は上記の通り。敵巨人の経験値が1万なのに対して、どれもそれ以上の経験値なんですね。これはオートモードと合わせるとめっちゃ速そう。これ、ダメージって受けないですか？自分がやった時、レベル30台ではたまにダメージ受けました。ただ40を超えたあたりからはノーダメージでいけましたね。正確な記録は残しておらずすみませんが、旧スマホ版にてレベル50台からスタートして、3時間足らずでレベル99にまで上がりました。それはめっちゃ早い。大雑把に計算すると、1時間あたり300万近く。圧倒的じゃないですか。ただしこの方法には重大な問題点があって、もう購入不可能になってる。まあ GBA 版なら、オートモードがないとはいえ、侵入会や NO ら追加ボスに挑む際の、レベル上げとしては最適でしょうね。以上、ゲーム終盤でのおすすめレベル上げ方法でした。レベル上げをしたくなったら、ぜひ試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。